はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。本日のお話は、久しぶりの近況報告動画となります。本日は4つの項目についてお話ししたいと思います。もし本日の動画が面白いと思った方は、いいねとチャンネルの登録をお願いします。まず1つ目、私の生存についてです。ご覧のように、おかげさまで私は生きてます。6月の動画投稿頻度がめっきり落ちてはいますが、別に体調を崩したりとかはしていません。強いて体の不調を申し上げるならば、左の肩が腕を上げると痛いです。右は全然大丈夫なんですよ。左だけ腕を上げると痛みが生じます。俗に言う五十肩ってやつでしょうか。私も着実に老いてきている証拠ですね。続いて2つ目、仕事について。残念ながら6月も中旬を過ぎましたが、未だに私は無職です。少し前にですね、今年1月までお世話になった派遣会社からある仕事の依頼がありました。私としても給料も良かったですし、やる気満々だったんですけども、結果としてはダメでした。どんな仕事内容だったかは、詳しくはこちらの動画をご覧ください。仕事を探しについては今後も引き続き行います。また最近になって転職サイトの登録も増やしたりしていますが、なかなか希望の仕事には巡り合いません。また応募も当然したりしていますが、いい返事もありません。去年の無職の時も仕事がなかなか決まりにくかったんですけども、今年は去年以上のヤバさを感じますね。なんて言うんでしょう。52歳の壁というのでしょうか。世の中空前の人手不足とか言ってますけども、華やかな職歴のない52歳のおっさんがつける仕事は限られたものだけだと最近改めて痛感しています。続いて3つ目、今の私の生活費についてです。今年1月に派遣切りになった私の今回の失業保険の給付日数は180日です。ただ気がつけばその残りはあと60日となってしまいました。あと60日と思うか、それともまだ60日と思うかはあなた次第。とりあえずまだ失業保険も出ているので、タイミーなどの隙間バイトは特にしようとは思ってません。ところで失業保険だけで生活できているのかと言ったら、やばい時もあったりします。先月の自動車税の支払いとか、その時は手持ちの現金がなかったので、やむなく私は株式投資の資金から5万円を引き出しました。そして今月もちょっと金銭的に厳しいので、今回は毎月積み立ててきた新NISAから10万円を引き出そうと思ってます。とりあえずその10万円で一旦生活を立て直そうと思ってます。ちなみに何が私の生活を苦しめているのかというと、今年確か2月に発生した私の車のタイヤのパンクです。新品タイヤを買うなどの想定外の出費に16万円を費やしました。それで私の人生が狂い始めているのです。でもタイヤの分割払いも今月でラスト。来月からは少しだけ余裕が生まれるはずです。今後順調に次の仕事が決まればの話ですが、最後4つ目、今現在普段私が家で何をしているのか。先月は確か家中の窓の清掃をしていました。現在私は親が残してくれたこの戸建てに一人で住んでいますが、先月すべての部屋のガラスも拭いたし、サッシもきれいにしました。窓の清掃は去年の秋にも行っていて、その時は2階を中心に行ったので、今回は
2階は軽めに清掃して1階の窓を重点的に清掃しました。なんて言うんでしょう、窓がきれいになると澄んだ気持ちになるのは私だけでしょうか。それ以外の普段の日課としては、午前中はだいたいドジャースの試合を NHK の衛星放送で見ています。ちなみに私は昨年、私の親父が亡くなったのを機に NHK の受信料の支払いをやめました。 NHK の体質に嫌気がさしたからです。受信料の不払いはもう1年以上になります。多分月1回くらい封書で振込用紙が届きますが、私はすぐに廃棄処分しています。ちなみに不払いのやり方は、受信料の支払い方法を銀行口座から振込用紙に変更するだけです。次に普段の午後の日課としては3つほどありまして、1つ目が仕事の求人検索。もし良さそうな求人があれば応募します。次、2つ目は資格の勉強です。実は今私はある資格を取ろうと勉強しています。それがこれ FP3 級になります。なぜ FP なのか。私は昔からこの FP を取ってみたいなという気持ちがありました。今は時間もあるし、やるなら今かなと思ってテキストと問題集も買いました。この FP の勉強は先月5月から行ってますが、この3級くらいの知識は社会人としては必要だなと私は勉強してて感じました。なんとかこの3級来月中には合格できたらいいなと思っております。そして最後、午後の日課の3つ目としては庭いじりです。先ほども申し上げたように、私は一軒家に住んでいます。家には庭があります。その庭を良くしようとあれこれやってます。具体的には花壇と芝生のメンテです。私はこの実家に6年前に戻ってきましたが、花壇をいじり出したのは去年からです。でも去年は見事に失敗しました。花壇に種を植えたけど、あまり花が咲きませんでした。今年はその花壇に加えて芝生を再生させようとあれこれやってます。左が今年3月の芝生の状態、右が今月6月の芝生の状態です。この間にですね、私は芝生のメンテに必要な資材も購入しました。中古ですけども、この手押し式の芝刈り機とか、あとは芝生の土とか肥料とか。多分無職なのにこういうものを買ってるからお金がやばいということにもなってます。でもね、庭いじりをしてると楽しいんですわ。この開き跡は庭いじりによるものです。ただですね、この芝生も写真では良さそうに見えるんですけども、私の中ではふと湧き起こった疑問があって、それは何かというと、この生えてる植物は本当に芝生なのかどうかです。もしかしたら芝生に似た雑草じゃないのかということです。今回私の芝生復活の原動力となったのが、こちらの釣りキプさんの動画です。この釣りキプさんの動画面白いですよ。ただですね、動画を見ていると明らかにうちの庭の芝と葉っぱの感じがなんか違うんですよ。私の家は築40年になります。確か家を買ったその当時ぐらいから庭には芝生があったと思います。でも親父が高齢になってからは庭の手入れは草が伸びたら刈る程度だったと思います。つまりどこかの段階で我が家の芝生が徐々にそこら辺の道端に生えている芝生もどきの雑草に置き換わったのではないかなと私は思っているのです。多分ね、スズメの片びらなどに。なので今の私の頭の中は仕事探しが1割、庭いじりが9割になっています。ということで引き続き私のこの
園芸チャンネルを楽しみにしていてください。ただね、庭いじりをしていると周囲の視線が気になるのは事実です。大野さんのところの息子さん、仕事してないのかなと絶対周囲の家からは思われているはずです。でもそんなの気にする必要はありません。なぜなら私の人生だからです。周囲の目を気にする生活はやめましょう。ということで本日の動画は以上です。もしこんな仕事探しよりも庭いじりを懸命に行っている男に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。